ちは、ダイアリー11のちえです。日本人にはまだマイナーなフィリピンのネグロス島ですが、大自然を満喫できる観光スポットがたくさんあります。今回は私の住むドマゲテからちょっと郊外へ1泊2日のツーリング旅行をしてみたいと思います。1日目の目的地はドマゲテから約45キロ先のバイスシティ。シブラン、サンホセ、アムラン、タンハイの4つの町を越えていきます。それでは出発。道はとってもシンプルで、国道をひたすらまっすぐ北上するだけです。最初のランドマークはシブラン空港。ドマゲテのダウンタウンからわずか15分、すぐ隣のシーマンビーチからは飛行機の離着陸を間近で鑑賞できます。シブランの町に入ってすぐの突き当たりにシブランポート。ここから船に乗ってセブ島の南端へ渡れます。さらに少し先へ進んで山側に左折すると、ゴルフコースを所有するブラボーリゾートがあります。サンホセに入ると海沿いの気持ちのいい道路に出ます。ここには海を見下ろす絶景カフェパキリドがあります。パーフェクトオーシャンビューのホテルガザリングハイツがあるのもこのサンホセです。アムランに入ってすぐ海側にタンピ港があります。ここからフェリーに乗るとセブ島の西側バトの港に渡れます。人気観光地のモアルバールに行く際はこの港からが便利です。タンハイに入りました。道の左右に大きな水田や魚の養殖池が広がっています。タンハイの中心街、ここから山側へ左折してパンプローナの町へ行くとウサギのファームラビットンに着きます。この先はますますのどかな田園風景が広がります。ひまわり畑で有名なリーフズファームはこの辺りです。ネグロス島名物広大なサトウキビ畑に出ました。ここでちょっと休憩します。道路の上に何やら細い線路が走っています。うわー、サトウキビ畑の真ん中にまっすぐ伸びる線路。かつてはこの線路を収穫したサトウキビを運ぶ蒸気機関車が走っていました。タンハイからバイスシティにかけてこのような小さな線路が国道上をたくさん横断しています。古めかしい木の電柱、小さな池がある。あ、水牛。水路の両側にヤシの木が並んでいます。サトウキビ畑とヤシの木、私が最も好きな風景の一つです。向かいからバイクが来ました。実はこの線路の道、れっきとした公道なんです。通りかかった地元の人がこの先に養殖池があると教えてくれたので行ってみることにしました。子供の頃、線路の隣の家に住んでいました。線路の果てには何があるのか気になっていつか線路をひたすらたどる旅をするのが夢でした。ま
さか大人になってフィリピンでその夢が叶うとは。なんて感傷に浸る余裕がないくらい道がガタガタです。現実はなかなかロマンティックにはいかないものですよね。舗装された道に出たところで左折。ありました。見渡す限り広がる大きな養殖池。実はタンハイとバイスシティは魚の養殖が特に盛んなエリア。主に養殖されているのはフィリピンの国魚ミルクフィッシュだそうです。日本の田舎を思い出すような本当にのどかな風景。フィリピンの田舎に来ると景色の美しさに感動するだけでなく、日本が発展とともに失ってきたものにも気づかされる気がします。バイスシティに入ってすぐ煙突からもくもく煙を出しているこちらが目黒総レンタルで最も古い製陶工場です。そしてこの工場の手前の公園に蒸気機関車。製陶企業のセントラル預かりラ社がかつてサトウキビ畑から工場への輸送に使用していた1925年アメリカ製造の蒸気機関車。現在は引退していますが、こうして一般向けに公開されていて、なんと中に入ることもできます。この蒸気機関車があのサトウキビ畑の線路を走っているところをぜひ見てみたかったですね。ちなみに同じくアメリカ製のこちらのディーゼル機関車は製造から100年経った今も現役で走っています。ルマゲテを出てから約1時間、目的地のバイスシティに到着しました。ここから海側へ曲がって今日の宿へ向かいます。坂道を登って丘の上の方へ。うわ、結構急な上り坂です。到着しました。うわー、すごい。
バイスの小さな山の上に立地するサンドバービューホテル。眼下のノースバイス湾には前回訪れたサンドバーの景色が広がっています。港からは観光客を乗せたボートがひっきりなしに出ています。港のすぐ近くにあるこのホテルはサンドバーを観光する前後の宿泊にも便利です。I belong with the misfits. 広々とした開放的なロビー。大きな螺旋階段があります。今回泊まるお部屋はこちら。シングルベッドが2台と向かい側にテレビ、ちなみにネットフリックス見放題でした。クーラーは埋め込み式。窓からの景色はこんな感じです。無料のお水とコーヒーのサービス。水回りも広々としています。難点はシャワーが常温で固定式なところくらい。建物が新しく全体的に清潔感があってとても居心地のいいお部屋です。共用スペースにウォーターサーバーもありました。ありがたいです。そして廊下の突き当たりは共用のベランダ。お部屋にベランダがついていなくてもここからすぐ景色を楽しめます。3階に上がっていくとバンケットルームがありました。カーテンを開けて景色を楽しみながらパーティーができるんですね。まだ上に行けるみたいです。すごい、屋上まである。ノースバイス湾の左側に見えるのはバイスの町。魚の養殖池の間を縫うように家屋とヤシの木が連なっています。そして海岸に広がっているのは群生のマングローブ。マングローブの奥にバイスのもう一つの製糖工場も見えます。この屋上からはノースバイス湾の逆側のサウスバイス湾も一望です。マジックアワーの時間。プールもライトアップされてロマンティックな雰囲気です。すっかり日が落ちてバイスの街の光が瞬いています。ここはネグロソーレンタル最強のデートスポットかも。インフィニティプールから絶景を独り占め。これ以上贅沢な休日の朝があるでしょうか。プールサイドに朝食を運んでもらいました。カリカリベーコンと目玉焼き、トースト、ミニサラダ、そしてオレンジジュースがついています。味も美味しかったですが、何よりもこの景色を見ながら朝食をいただけるのが最高でした。サンドバービューホテル、私が泊まった E タイプのお部屋は1泊3000ペソ。各お部屋の料金はこのようになっています。
デイユースも大人300ペソ、子供200ペソで可能です。さて、2日目の今日はバイスからもう少し先まで足を伸ばしてみます。マンフィヨドの町に入りました。道がますますのどかになっていきます。この高い塔みたいなのは何だろう。かなり大きいです。10メートルはあるんじゃないでしょうか。サトウキビ工場の煙突のようにも見えますが、周りには何もありません。1925 siya na. 1925. 25. Oh, 25. Chimney. American colonized government. Japon? Japan? 日本によるフィリピン統治が始まったのは1942年。時代がありませんが、この塔は日本軍が建てた煙突として伝わっているようです。日本軍が建てたとしたら何の目的で建てたものなのか、自分なりに調べてみたんですが、結局分かりませんでした。後日、ドゥマゲテ市内にも同じく日本軍が建てたと伝わっている煙突が複数残っていることが分かりました。さらにセブ島にも似たような煙突があるそうです。この煙突がどういう経緯で建てられたのか、もしご存知の方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。すごい、家が運ばれてる。小さなパハイクボかな。海側に旗がたくさん立っています。ここは何だろう。わあ、こんなところに小さなビーチがある。おー、なんかいろいろあります。結構しっかりした観光地みたいです。崖下のビーチに向かって長い階段を降りていきます。クリスタルブルーに輝く小さな小さなビーチ。国道沿いの崖の下にこんなに素敵なビーチがあったなんて知りませんでした。休日でも混み合っていなくて、チルタイムを過ごすのに最高の隠れ家ビーチです。更衣室、シャワー、トイレ、さらに貸し切り利用できる可愛いコテージがあって、グループや家族連れでも利用しやすそうです。フォトスポットもたくさん。ドゥマゲテから約1時間半と少し遠いですが、北側をドライブされる際はぜひ訪れてみてください。ドゥマゲテまでの帰り道、最後にもう1スポット寄っていきたいと思います。アムランの中心部から山側に登っていきます。
到着しました。アムランの山の上にある素敵なカフェ。街から少し登っていくだけで簡単にアクセスできますが、この通り山側の絶景を楽しめます。すがすがしい空気と一緒にいただくアイスコーヒーもまた格別です。海のイメージが強いフィリピンですが、山側の景色も最高です。ネグロス島をツーリングされる際は、ぜひ山側のドライブも楽しんでください。